こんにちは、ゆかりです。皆さんは買わなかったのにずっと気になっているものってありませんか？その時は今はいらないかな、似たようなものを持っているし、ちょっと高いし、ちゃんと理由があって見送ったはずなのに、時間が経つとなぜかまた思い出してしまう。私にも今そんなものがいくつかあります。でもこれって本当に欲しいからなのか、それとも手に入らなかったからなのか。今日はずっと気になっているものをもう一度見に行きながら、買わなかったものを後から欲しくなる理由について考えてみたいと思います。今日は東京駅から御殿場プレミアムアウトレットまで直行のバスに乗って向かいます。実は今日ちょっと見に行きたいものがありまして、以前買おうか迷って結局買わなかったものなんですけれども、なぜかその後もたまに気になっていて、アウトレットにあったという目撃情報を見て、今日はそれを見に行ってみようと思います。ということで到着しました。買わなかったのにまだ欲しい。答えは思ったより早く出ました。そう、結局買ってしまったんです。実物を見て試着した瞬間にやっぱり欲しいと思ったんです。なので結果だけを見ると時間を置いても欲しかったものだったということになります。しかもアウトレットに入ってすぐに見つけて試着して、ほとんど迷わず買ってしまいました。でも買った後に少し考えました。どうして私は一度は買わないと決めたものをこんなに長く欲しいと思っていたんでしょうか。買わなかったものって時間が経つほどなぜか気になってしまうことがあります。でもそれって本当にそのものが欲しいからなんでしょうか。私が少し疑っていたのは、買わなかった理由の方を忘れているんじゃないかということ。買おうか迷っていた時には、ここが少し気になるとか、この値段なら今はいらないかなとか、ちゃんと買わなかった理由もあったはずなんです。でも時間が経つとそういう小さな違和感は少しずつ薄れて、やっぱり可愛かったな、そんな記憶だけが残っていることがあります。そうやって実物を見ない時間が長くなるほど記憶の中で少しずつ美化されていくこともあるのかもしれません。そしてもう一つ、売り切れていたりもう手に入らないかもしれないと思うと、それまで以上に魅力的に見えてしまうことがあります。今回もアウトレットにあるかもしれない、そして普通には買えないかもしれない、そんな状態でした。心理学では手に入りにくいものほど価値を高く感じやすくなることを希少性効果と呼びます。だから今回の欲しいの中にも、純粋にその服が好きという気持ちだけではなくて、もう手に入らないかもしれない、そんな気持ちも少なからずあったのかもしれません。そのものが欲しいのか、それとも手に入らなかったことがずっと気になっているだけなのか。この2つって意外と自分でも区別するのが難しい気がします。でも今回そんなことを考えながら実物をもう一度見ても、やっぱり私はこの服が好きでした。だから今回はいろんな心理が混ざっていたとしても、それも分かった上で買うことにしました。時間が経っても欲しいこともある。逆にもう一度見たら欲しくなくなることもある。大切なのは欲しい気持ちを消すことではなく、どうして欲しいのかが見えてくるまで待つこと。
買わなかったことを後悔する必要もないし、欲しいと思い続けることを悪いことにする必要もない。時間を置いて、それでも欲しかったらその時の自分でもう一度選べばいい。いやー、というわけで久しぶりに、もう数年ぶりですね。何年ぶりか忘れちゃいましたけど、アウトレット行ってきまして、今回はね、ちょっとした目的があって行ってきたわけですけども、で、買ってきたのが、ちょっと2点でして。1点目は、本当にちょっと亡霊してたアイテムで、こちら、このちょっと柄物のお洋服でして、このね、ちょっと柄物が忘れられなくて、で、どうしてもあるか確かめたくて行ってきたというわけなんですけど、これ、一世三宅のプリッツプリーズの去年のアイテムですね。去年のアイテムで、これがね、花火柄なんですよ。花火柄。それがなんか忘れられなくて、私本当に引きこもりで、だいたい家に過ごしてて、花火大会も、もうなんか行った記憶、数年間ぐらい全くないぐらい、花火大会も行かないのに、ちょっと花火柄忘れられなくて、探しに行ったら、ありましたと。本当はね、この、ちょっとチュニックを買ったんですけど、チュニックじゃなくて、パンツかスカートがあったらいいなって思ってたんですけど、そっちは案の定ありませんでしたね。そう、なかったんですけど、チュニックだけあったので、これを買いましたと。なんか遠目で見たら、結構こう、小花柄に見えなくもないし、意外とその黒ベースなので、そこまで派手な感じもなく、ある意味ちょっとモードで着れるかなと思って、これはね、試着して買いました。そう、もう即決でしたね。本当にこれがあるかどうかを確かめたくて行きましたからね。というわけで、なんかその、買わなかったお洋服、ずっと欲しくなるのはなぜなのか、みたいなのをね、うんぬんかんぬん言ってたんですけど、やっぱりね、亡霊化しちゃうとずっと欲しくなるということで、買ったわけなんですけども、これね、いくらだったかな？全然安くなかったんですよ。これ、69,520円。多分、定価がめちゃめちゃ高かったんじゃないかな、このお洋服。だから私買うのをやめていて、定価86,900円か。が、69,520円。なので、だいたい 20% オフぐらいですかね。なので、意外と全然お得感なくて、安くないなって思ったんですけど、でもね、プリッツプリーズ人気なのでね、あんまり安くならないですよね。安くならないし、やっぱりアウトレット行ってみても、みんなが欲しそうなのはなかったですね。当たり前に。なかったです。なんかやっぱり色物とか、合わせるの難しそうなアイテム結構多かったので、なので行ってみて思うのは、やっぱり欲しいものは、普通に店頭に出てるうちに買うべきだなってやっぱ思いましたね。どうしてもアウトレット、御殿場ね、山の方で、東京から行くってなると、私バスで行ったんですけど、今回バスも道路混んでたので、40分遅れぐらいかな。だいたい東京から御殿場の直行便のバスがいくつかあって、それがだいたい100分ぐらいかかるのかな。なので、2時間以上ぐらいかかってて、で、それが往復なので、っていうのを考えると、やっぱりなんかその、定価でも買ってた方が普通にいいよなとはちょっと思いましたね。とはいえ今回亡霊してたので、買いましたという感じですけれども。着てみてもなんか普段通りの私的な感じで着られそうだなと思ってお気に入りで持って帰ってきました。で、今回もう一点買ったんですよ。これも一世三宅プリッツプリーズのバッグですね。私ね、これも店舗で買うか悩んで、で、買わなくて、で、気づいたらもうシーズン終わってなくなっちゃってたのかな。そう、これちょっと買おうか悩んでて、これはスマホをちょうど入れるのにちょうどいいサイズで、サブバッグ的な感じでね、使いたいと思って悩んでたんですよ。で、他にもいろいろ入りそうだから、
なんか私最近リュックをよく使うようになっていて、リュック使うと持ち物取り出しにくかったりするので、それをさっと取り出せるようにスマホとか入れたりする、本当にささやかなこういうちっちゃいバッグ欲しくて買いたかったんですよね。それがたまたまあったので、あると思って買いました。で、これも全然安くなかったですね。これも多分定価が27,500円の22,000円。なのでやっぱり 20% オフですね。ので、あんまりお得感はないんですけれども、欲しかったので、ラッキーというわけでゲットしてまいりました。で、そんな感じだったんですけども、他の店舗もこうザザザッと今回見て回って、久しぶりに見て回ったんですけど、やっぱりあれですね、もう定価が高くなりすぎてて全然お得感なかったですね。もう最近値上げがすごすぎて、なんか値札見ても全然ピンとこなかったですね。高っと思ってこれアウトレットで買う価格じゃないよなと思って、だったら定価でプロパーのやつ買う方が全然いいよなってやっぱり思ってしまったので、私がちょっと気になるラインのハイブランド、何見たっけな、プラダ、ロエベ、セリーヌをザザッと最初に見て、でその後何見ただろう。でもグッチとか見たのかな。僕はなんかハイブランド見たかな。なんか何件か入って高いなって思ったからあんまりもう入らなくなっちゃってあんまりいろいろ行くと疲れるのでね。で、その後は、ドメス置いてそうなバーニーズとか、なんかそこら辺見て、あと私、ノースフェイスの靴結構好きなので、ノースフェイスとかサロモンとか、見て、今回は終わりですかね。やっぱりちょっと夏、今回行った日、通常よりは涼しかったんですけど、とはいえやっぱり夏暑いので、もう店舗いっぱい回る元気がなくて、なのでザザザッとね見た感じですけども、全然安くなかったですね。でも久しぶりにアウトレット行ってみてちょっと楽しかったですね。だいたいもう最近買い物行く時って目的持って1店舗だけ行って帰るとか、なんかそういうのが多かったので、なんかフラフラっとお店に入るってあんまりもうね最近しなくなってたので、そういう意味では楽しかったですね。ただ全然お得ではなかったので、やっぱり欲しいものはもう定価でサクッと近場のお店で買う方がなんかいいのかなとはちょっと思ってしまいましたね。あまりに高すぎてという感じでしたけど。なので私今回この2つ買って、あとあれですね、アウトレット行ったら大体ゴディバのチョコレートを持って帰ってくる、それぐらいでしたね。でもなんか紙袋持ってる人もあんまりなんか日本人の人だと少なかった気もしますね。なんか海外の方だと多分円安の影響もあるので、たくさん買われる方もいらっしゃるのかなっていう感じはしたんですけど、日本人の人で紙袋山のように持ってる人はもう私が行った日はほとんど見かけなかったですね。なのでアウトレットもね、なんかお宝探しに行くっていう感じじゃもうなくなってきてる感じはちょっとありますよね。もう人気のものって大体ね店舗で売り切れちゃいますしね、ドメスとかだと特にねっていうのもあるので、いやーという感じですけれども、でもね、ずっと亡霊してたお洋服を購入できたので私はホクホクでございました。というわけで本日は久しぶりにアウトレットに行ったので動画をお届けしました。よろしければチャンネル登録、高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。